くたばれ。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。よかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。イングランドを黄金時代に導いたとして偉大な女王と称えられてきたエリザベス1世。44年間という長きにわたった彼女の治世において、イングランドは海洋国家として大きく成長を遂げた。特に当時世界最強と言われたスペイン・アルマダ艦隊との海戦の勝利とティルベリーでのスピーチはエリザベスの黄金時代を象徴する出来事となった。その一方で、勝利の裏で歴史の闇に葬られた兵士たちへの残虐な仕打ち、そして最愛の人、ロバート・ダドリーをはじめ相次ぐ忠臣たちとの永遠の別れ、それに伴う世代交代は、年老いていくエリザベスをさらなる孤独へと駆り立てていくことに、徹底的な自己プロデュースと宗教対立を背景としたプロパガンダ、バージンクイーンの名の裏に隠された彼女の本当の姿とは。1587年、エリザベスはロバート・ダドリーのママ子であったエセックス伯ロバート・デバルーを主命の神に任命します。この頃、すでに体調が思わしくなかったロバート・ダドリーに代わり、まだ21歳のロバート・デバルーは新たな女王のお気に入りとして台頭し始めます。そして、ロバートの死後は、女王の新たな恋人として常にそばに仕えるようになりました。エセックス伯はイケメンで賢く、基地に富み、女性を喜ばせる術を心得ていたといいます。しかし、一方で、頑固で自己中、野心的で短気な一面もあったと言われます。そして、この頃66歳となっていた首席顧問官、ウィリアム・セシルは、自身の息子、ロバート・セシルを後継者として枢密院へ引き入れていました。ロバート・セシルは、背が低く、背中が極端に曲がっていたと伝えられており、エリザベス好みのイケメンではありませんでしたが、父譲りの高い政治手腕を持っていました。ロバート・デバルーとロバート・セシル、正反対な2人のロバートの登場と対立は、晩年のエリザベスの悩みの種となっていきます。アルマダ海戦翌年の1589年、野心に燃えるエセックスは、エリザベスの命令を無視し、半ば強引に、フランシス・ドレークのポルトガル行きに同行。彼らの目的は、アルマダの残党を殲滅し、ポルトガルをスペイン支配から解放することだったと言われています。しかし、この遠征は大失敗に終わり、帰国したエセックス伯は、エリザベスにこっぴどく怒られることになりました。1590年には、エリザベスの中心であったウォルシンガムの娘、フランシスと秘密結婚し、またしてもエリザベスの怒りを買います。しかし、激怒しながらも、結局は許してしまうエリザベス。年齢を重ねて丸くなったのか、あるいはエセックスに亡きロバートの面影を強く重ねていたのか、彼女の厳格な統治者としての仮面は、彼の前ではたびたび揺らぐことになるのです。しかし、エセックスの高慢な性格と軍事的な野心、ヨーロッパの複雑な政治情勢、そしてロバート・セシルの存在は、事態を悲劇的な方向へと導いていくことになります。1588年のアルマダ海戦で勝利したとはいえ、イングランドとスペインの緊張状態が解消されたわけではありません。大陸では、依然としてネーデルラントでのスペインとプロテスタント勢力の戦いが続いており、フェリペ2世は虎視眈々と次の攻撃の機会を伺っていたのです。そして、1589年に即位したフランスのアンリ4世も、スペインとの関係に頭を悩ませていました。アンリ4世は、もともとはプロテスタントを信仰していましたが、王位に就くにあたり、カトリックに改宗していました。しかし、ローマ教皇やカトリック君主たちからは、見せかけだけの改宗なのではと疑われ、厳しい立場に立たされていたのです。そんな彼は、同じくスペインと対立するエリザベスと同盟を結び、エリザベスの同意なく和平交渉をしないと誓い、イングランドからの援助を取り付けました。
しかし、エリザベスもアンリを完全に信用していたわけではなく、陰でスペインと和解するのではないかと、常に彼を疑っていたのです。そんな中、1596年、アルマダが再び攻めてくるという情報が入ります。エリザベスは初めこそ真剣に取り合いませんでしたが、実際にコーンウォールが攻撃され、アイルランドでもカトリック勢力の反乱が過激化したことから、エセックスを指揮官とし、スペインへの出撃を指示します。万が一、スペインとアイルランドの反乱勢力が手を組めば、イングランドは窮地に立たされることになります。イングランド軍はスペインのカディスを攻撃し、見事に勝利。帰国したエセックスは市民たちから大歓迎を受けますが、エリザベスは激怒。エセックスはまたしても命令を無視し、カディスに軍を駐留させようとしただけでなく、エリザベスが戦費の回収として当てにしていた略奪品を報酬として兵士たちに配ってしまったのです。同じ年の10月、再びアルマダ出陣の一報が入ります。エリザベスは再びエセックスを指揮官に任命し、スペインへの攻撃を指示します。エセックスはスペインの港にイギリス軍の駐屯地を築き、海上封鎖に持ち込む提案をしますが、エリザベスはこれを拒否します。エリザベスの指示に不満を募らせるエセックスは、ライバルであるはずのロバート・セシル、近衛隊長、ウォルター・ラレーと密約を結びます。この密約は、エセックスは希望通りスペインの港に駐屯地を築く。ラレーはエセックスの不在中、代理として政務を行う。ロバート・セシルはランカスター公領の大法官の地位を得るというもの。しかし、いがみ合っていたはずの3人の突然の和解をいぶかしんだエリザベスは、差し迫った危機はないとして、スペインへの派兵を中止しました。一方その頃、フランスのアンリ4世は窮地に陥っていました。ハプスブルク家のオーストリア大公アルブレヒトの軍が攻め込み、パリから130キロほどの都市アミアンを占拠したのです。アンリ4世はエリザベスに援助を求めます。エリザベスは援助の代わりにカレーを返せと迫りましたが、アンリはこれを拒否。しかし結局スペインの脅威を放置するわけにもいかず、最終的には派兵を決定し、この時もエセックスを指揮官に任命します。ところが1597年7月にプリマスを出港したイングランド軍はブルターニュ沖で嵐に見舞われ壊滅状態に。8月17日再び出港したものの、またしても嵐に見舞われます。軍事的な成果を上げることが絶望的となったエセックスは、せめて金銭的な手柄を上げようと行き先を突如アゾレス諸島へ変更。新大陸からのスペインの宝物船を待ち伏せる計画を立てました。しかし下準備もない急な行き先変更は結局失敗に終わります。さらに最悪なことに、帰国の途上コーンウォールを目指して航海中だったアルマダとニアミスしていたにもかかわらず、敵艦隊を見逃すというミスを犯したのです。幸いなことにアルマダも強風により帰還を余儀なくされ、イングランドへの攻撃は行われませんでした。しかしこのエセックスの失態は後の悲劇的な結末の序章であったのかもしれません。帰国したエセックスを待っていたのは、自分より低い出自であるはずの海軍提督チャールズ・ハワードがノッティンガム伯に叙せられたという知らせでした。ノッティンガム伯爵位は、かつてはエドワード4世の息子ヨーク公リチャードやヘンリー8世の諸子ヘンリー・フィッツロイに叙せられた最高位の爵位です。不満を募らせたエセックスはエリザベスに抗議し、枢密院での仕事を拒否して田舎の屋敷に引きこもってしまいました。すると突然エセックスとロバート・セシルの姪であるダービー伯爵夫人エリザベス・スタンレーとのダブル不倫が噂になり始めます。エセックスは必死に噂を否定しましたが、再びエリザベスの怒りを買い、ダービー伯爵家を敵に回すことになってしまいました。この突然のスキャンダル発覚の裏には、ロバート・セシルやウォルター・ラレーが暗躍していたとも言われています。
屋敷に引きこもり抗議を続けるエセックスにエリザベスは紋章院総督の地位を与えます。儀礼的なポジションではありましたが、貴族院ではノッティンガム伯よりも上位の座席を与えられるなど、エセックスもひとまず満足したようです。1598年、フランスのアンリ4世は密かにスペインとの和平交渉に乗り出します。アンリ4世は自身の即位と改宗によりカトリックとプロテスタントに分断したフランスを再び統一したいと考えていました。しかしアミアンの陥落以来、国内の統一運動は停滞し、もはやイングランドとオランダの援助なしには戦争継続は困難な状況だったのです。そんな動きを察知したエリザベスはロバート・セシル率いる使節団を送り、アンリの真意を探らせます。しかしアンリ4世にとってはフランス再建が最優先。彼にはエリザベスへの義理を通す理由などもはやなかったのです。1598年4月15日、フランス全土にユグノーの信仰の自由を認める布告、ナントの勅令を発布。続く4月22日、ベルバンの和訳にサインし、ハプスブルク家と和解したのです。こうしてフランスが戦線から離脱。残されたオランダ側はイングランドに戦争の継続と援助を求めました。エリザベスは増え続ける戦費負担に頭を抱え、オランダ側にこれまでの借金の返済と引き換えに支援を約束しました。同じ年の8月4日、朝7時前、病気で伏せっていたウィリアム・セシルが77歳で息を引き取りました。その数日前、セシルの元を訪れたエリザベスは、彼に手からスープを飲ませ、海外しく看病したと言われています。即位時から彼女を支え続けた最後の忠臣の死は、エリザベス政権の完全なる世代交代を意味していました。もはや、白塗りの下のエリザベスの素顔を知る者は、この世からすべて消えてしまったのです。そして、その約1ヶ月後の9月、フェリペ2世が71歳でこの世を去りました。忠臣だけでなく、時代を共に生き抜いたライバルまでも、彼女を残して去っていってしまったのです。彼の後を継いだのは、20歳のフェリペ3世でした。世代交代の波は、容赦なくエリザベスを飲み込んでいったのです。新たなスペイン国王、フェリペ3世は、父親と同じく、異端の諸子であるエリザベスを目の敵にしていました。しかし、父の破産宣告により、この頃のスペインには大規模な軍事作戦を展開する資金がありませんでした。そこでフェリペ3世は、アイルランドで続いていたタイロン伯の乱に便乗することにしたのです。一方、イングランドでは、アイルランド総督だったトマス・バラが亡くなり、後任人事が課題となっていました。エリザベスは、反乱の鎮圧を目指し、エセックス伯の叔父であるウィリアム・ノリスを総督にしようと考えます。これは問題を適切に処理できる能力を評価しての人事でしたが、エセックスは猛反発。エセックスはその高慢な態度で多くの敵を抱えており、ウィリアム・ノリスの抜擢は彼の数少ない味方が減ることを意味していたのです。そこでエセックスは代わりにセシル派のジョージ・カルーを任命することを提案します。エリザベスは当然拒否。自分の意見が通らないことに腹を立てたエセックスは、なんと女王に背を向けてそのまま出て行こうとしたのです。当時の宮廷では臣下が王族に背を向けることなど考えられないことでした。激怒したエリザベスは出て行こうとするエセックスの耳元を思い切り殴りつけ、くたばれと罵ったと言われています。エセックスはおそらく反射的に剣の柄に手をかけ、女王を睨みつけました。反逆罪に問われてもおかしくない暴挙ですが、エセックスは謝罪を促す友人に対し、君主とて間違えることはあるだろう。君主の地上における権限は無限だとでも言うのかと書き送っています。これが後に彼自身の身を滅ぼすことになるとは、この時は夢にも思っていなかったことでしょう。1598年8月14日、イエローフォードの戦いにおいて、イングランド軍はアイルランド反乱軍に大敗北。これを受け、エリザベスは大きな賭けに出ることに決めます。なんと、
耳パンチ事件以来、ふてくされて田舎に引きこもっていたエセックス伯をアイルランド総督に任命することにしたのです。軍事的な成功を熱望するエセックスの野心を巧みに利用した冷徹な人事です。勝てばアイルランド問題は解決し、エセックスは野心を満たせますが、負ければ破滅が待っていました。こうして1599年3月25日、2万人の歩兵と2000の騎馬隊という大規模な軍を率い、エセックスは意気揚々とアイルランドへ向かったのです。エセックスはタイロン軍の本拠地であるアルスターの背後を突く形でホイル湾への基地建設を企画しますが、ロバート・セシル率いる枢密院は物資や軍を南部のダブリンへ回してしまいます。ホイル湾への基地建設は前任のトマス・バラも構想していた案であり、現地に送り込まれたロバート・セシルの密偵も太鼓判を押していた最善案のはずでした。ここにもロバート・セシルの意図が見え隠れします。結局エセックスはまともな戦闘を計画することができないまま、脱走や病気などで兵の数はどんどん減っていきました。身体極まったエセックスはとうとうタイロンとの和解を画策します。和平交渉は川越しに2人きりで行われ、休戦協定が結ばれることとなったのです。しかしエリザベスはこれを受け入れず、すぐにタイロンの本拠地アルスター地方を攻め、エリザベスの合意なくイングランドへは戻るなと命令します。出兵前、エセックスには和平交渉や戦争の終結判断を含めた全権が委任されたはずでした。にもかかわらず、彼の停戦合意は受け入れられなかったのです。はしごを外された形のエセックスは、帰ってくるなという命令を無視し、慌ててイングランドへ帰国します。帰国した彼は、泥まみれのままエリザベスが滞在中だったノンサッチ宮殿へと急行し、そのまま女王の寝室へと乱入したのです。時刻は朝10時頃だったとされますが、エリザベスはまだ寝起きで、いつもの厚化粧や赤毛のかつらを身につける前の状態だったとされます。突然寝室に乱入したエセックスは、女王の足元にひざまずき、ロバート・セシルによる妨害を雄弁に訴えました。エリザベスは当初はクーデターの可能性を疑い、エセックスを刺激しないよう冷静に対処しました。しかし、その可能性がないとわかるや、態度を一変し、命令違反で帰国したことを激しく咎めたといいます。これが顔を合わせる最後になるとは、この時は2人とも想像だにしていなかったかもしれません。エセックスは枢密院へ引き立てられ、3時間もの聴取を受けた後、証拠集めの間、ロンドン市内の屋敷に幽閉となりました。この時点では反逆罪となるだけの明確な証拠は見つからず、このままいけば罰金と終身刑で済んでいたかもしれません。しかしまたしてもエセックスの傲慢さが彼自身を追い込むことになるのです。長年の忠臣を次々と失い、台頭する若手に翻弄されるエリザベス。野心むき出しのエセックス伯と冷静に状況を見極め、時に冷徹に立ち回るロバート・セシル。もしエリザベスが彼らの調整役となり、うまく協力関係を築くことができていたら、世代交代の荒波もまた違った結末になっていたのかもしれません。そしてエセックス伯の暴走も、あるいはエリザベスが招いた結果であったとも言えるのです。忘れられないロバート・ダドリーの面影を重ね、甘やかし続けた結果、彼の野心や傲慢さを助長することになったのではないでしょうか。その傲慢さはとどまるところを知らず、さらに悲劇的な結末へと向かっていくことになります。そして、すでに60代も後半のエリザベスに残された時間は、確実に少なくなっていました。暴走する若手たち、解決しない後継者問題、繰り返されるスペインの攻撃。果たして彼女はどのような答えを出すのでしょうか。このチャンネルでは少し変わった歴史をご紹介していきます。チャンネル登録して次回もぜひ見てくださいね。